霊訓スピリットティーチングスウィリアム・ステイトン・モーゼス著浅野和三郎訳並びに表釈解説近代の霊媒中三千一等地を抜いているのは何といってもステイトン・モーゼスでその手になれる自動書記の産物霊訓は確かに後世に残るべき史界のクラシックである。日本の学会にその真価がほとんど認められていないのは甚だ遺憾である。が、原本はなかなか大部のものであるから、ここには単に要所だけを紹介するにとどめる。もしも読者にしてゆっくり未読されるならば、その分量の少なきを憂えず、得るところむしろ甚だ多かるべきを信ずるものである。近代の霊媒の中で、モーゼスのごとき学者的経歴を有する者はほとんど一人もいない。彼は1839年に生まれ、16歳の時にベッドフォードの中学に学んだが、その非凡の学才と勤勉とは、早くも学校当局の間に認められ、幾度か名誉賞を与えられた。1858年、オックスフォード大学に移るに及びて、その英才はいよいよ方々を表したが、過度の勉強のために痛く心身を損ね、病が数月の後、保養のために大陸を遍歴することを約1年に及んだ。そのうち6ヶ月はマウントアソスのギリシャ総院で暮らし、もっぱら生死休養に努めた。後、その支配でインペレーターの告るところによれば、同総院にモーゼスを連れて行ったのは、霊たちの仕業で、後年、霊媒としての素地を作らしむるためであったとのことである。23歳の時、帰国して学位を受け、やがてオックスフォードを離れたが、健康がなお全く優れないために医師の勧めに従って田舎牧師たるべく決心し、アイル・オブ・マンのモーグフォルド教会に赴任した。在職中、たまたま放送が流行して死者続出のありさまであったが、モーゼスは完全として病者の解放救護にあたり、一心にして牧師と医師と埋葬婦等を兼ねるありさまであった。その勇気と忠実と親切とは、当然教区民の絶大の警護を勝ち得たが、健康が許さないので、1868年、他の教区に転任した。彼はどこへ行っても優れた人格者として愛慕されたのであるが、たまたま陰行を病み、演説や説教を医師から厳禁されたので、やむなく永久に教職を投げ打つこととなった。彼のロンドン生活はそれから始まったのである。彼がロンドン大学予備科の教授に就任したのは、1870年の暮れで、ここでも彼の人格と学力とは、彼をして学生たちの予防の中心たらしめた。モーゼスが心霊上の諸問題に興味を持つことになったのもその前後で、医師のスピーア博士と共に、しきりに死後の生命の有無、その他人生諸問題につきて、討求を重ねた。彼の宗教心はあくまで強いのであるが、しかし在来の神学的ドグマは、到底彼の営利直裁なる研究的良心を満たすに足りなくなったのであった。彼は自身霊媒たる前に、片っ端から地名の霊媒の実験に臨んだ。すなわち1872年、ロッティ・ファウラーの実験を行い、続いて名霊媒ウィリアムスの高齢会に臨み、次第に心霊事実の正確なることを認むるに至った。そのうちふとしたことで彼自身霊媒能力を発揮した。モーゼスの本領は自動書記であるが、しかし彼は稀に見る多方面の霊媒であった。彼を通じて起こった主なる心霊の現象をあぐれば、1、大小のラップ、2、種々の光、3、種々の好機、4、種々の学生、5、直接書記、6、テーブル、椅子、その他物品の不要、7、物品引き寄せ、8、直接談話、9、霊言などを数えることができる。かかる霊媒現象が起こりつつある間に、彼は幾多の学会の創立に関与し、ことに1882年、英国心霊協会の創立に際しては、大いに奔走の労を取り、また1884年、ロンドン心霊協会が組織された時には、直ちにその最初の学長に推された。また晩年には、今日なお刊行しつつある
ライト氏の最初の主筆でもあった。彼の晩年には物理的心霊現象は全然止んだが、しかし自動初期現象はその最後まで続いた。そのうち元来あまり健康でなかった彼の体力は数回のインフルエンザのために回復しがたきまでに衰弱し、かくて1892年、明治25年9月5日をもって帰遊した。右のごとく彼の経歴にはさして非凡というほどのこともないが、しかし彼の優れた人格と、またその行くとしてかならざるなき抜群の才識とは誠に驚嘆に値するものがあった。彼はいかなる問題でもこれを消化吸収せずということなく、常に渾身の努力を挙げてその研究にかかった。中んずく彼が必生の心血を注いだのは心霊問題で、これがためにはいかなる犠牲をも払うことを辞せなかった。彼が多忙な生活中に暇を割いて面会を遂げた政治界、貴族社会、学会、文学界、芸術界などの大建物のみでも幾百千というを知らなかった。要するに彼は一切の心霊問題に関して当時の全英国民の顧問であり、また相談相手であった。一個の人格者としてのモーゼスもまた完全するところがなかった。公平で正直で謙遜で判断力に富んでいると同時に、また絶大の同情心にも富んでいた。彼はいかなる会議者、反問者をも順々として教へ導くに努めた。当時一般世人から軽蔑されたスピリチュアリズムがようやく堅実なる地方を天下にしむるに至ったことにつきては、モーゼスの功労がどれだけよって力あるか計り知れないものがある。彼は正しく司会の権威であると同時に大恩人でもあった。さてこの霊君であるが、これにつきてはモーゼス自身がその序文の中で最大を物語っているから、参考のためにその要所を詳述することにする。本書の大部分を構成するものはいわゆる自動書記と称する方法で受信したものである。これは直接書記と区分せねばならない。前者にありては霊媒はペンまたは鉛筆を取るか、もしくは片手をプランセットに載せるかすると、通信が本人の意識的介在なしに書き綴られるのである。後者にありては霊媒の手を使わず、時とすればペンまたは鉛筆をも使わずに文字が直接紙面に現れるのである。これらの通信は今から約10年前、1873年の3月30日をもって私の手を通じて現れ始めた。私がスピリチュアリズムに親しんでから約1年後である。私はその以前からいろいろの通信を受けたが、この自動書記が便利であり、また保存のためにも都合が良いので、特にこれを選んだ次第である。ラップを持って一字ずつ書き綴るのは煩わしきに過ぎ、また入信状態において口で喋るのはその全部を保存しがたく、また潜在意識の侵入を十分に防止しうるとは保証しがたいところがある。私は一冊の手帳を求め、平勢これを改鋳しているようにした。そうすると霊気が浸潤して筆の運びが早いからである。ラップなども平勢使い慣れたテーブルには早く起こり、また諸種の心霊現象も霊媒自身の居室であるのが最も容易に起こりやすいものである。最初自動書記の文字は小さくて不規則であったので、ゆるゆると気をつけて書く必要があり、肉眼で手元と行間を注意しているのであった。さもないと全てが混乱してまとまりがつかないものになった。がしばらく過ぎると、そんな必要はようやく消滅した。文字は一層小さくなったが、同時に一層規則正しく、またきれいになった。私はいつもページ頭に質問事項を書いておくと、これに対する回答が自動的に現れ、それには段落までつけてあるので、直ちに印刷に付しても差し支えないのであった。ゴッドという字はいつも頭文字で現れ、いかにも敬意を表するかのごとく、それに限りてゆっくり書くのであった。取り扱われる題目はことごとく交渉純潔なものばかり。そして他人に示すよりも私自身の指南者として良いものばかりであった。自動書記は1880年まで連続的に現れたが、その中に気軽な冗談とかシャレとか野非な文句とかとんちんかんな理屈とか嘘やデタラメとかは私の知れる限りにおいて全然痕跡もなく、いずれも皆真面目な教訓または中言のみであった。